監視カメラが捉えたのは楽しそうにスキップをしながら道路を渡る一人の少女。この10日後、彼女は冷たい水の底から変わり果てた姿で発見されるんです。2009年3月27日、アメリカカリフォルニア州トレーシー、住宅地から少し離れたバケッティ通りに1台の黒い SUV が滑り込みました。牧場に囲まれた閑静なその場所で車から降りてきたのはダークブラウンの髪を肩まで伸ばした白人の女。後部座席から黒っぽいスーツケースを取り出した女は重そうにその荷物を抱えると目の前の濁ったため池に勢いよく投げ捨てます。女は沈んでいくスーツケースを笑みを抑えきれない様子で眺めていました。あとは計画通りにやれば完璧ね。再び車に乗り込み元来た道を戻っていく女。ため池に完全に沈み切ったスーツケースには8歳の少女の遺体が入れられていたんです。わずか8歳の少女を殺害しスーツケースごと水に沈めた女。彼女は何を思い幼いその命を奪ったのか。何の恨みもない少女を手にかけたその女は自分でもその感情を説明できなかったんです。大沢健ちゃんです。宮みこんです。ヤミさん、僕最近ね、おいしんぼネットフリックスでアニメが出たんで、見てみたんですよ。世代じゃないしと思ってね、まあ1話ぐらい見てみようかと思ったら気づいたら14話見てたの。いやでももっとあるわよ。もっとあるんですよ、あれ。ね、めっちゃあるんですけど、100話単位ぐらいで何、簡単に言うとね、主人公ね、お父さんの確執のいざこざの中に料理の知識がめっちゃ出てくるわけですよ。だから純粋にめちゃくちゃ勉強になる。料理の勉強になる。美味しい料理を食べたくなるわよね。そこで紹介されてるようなね。そうなんですよ。パラパラのチャーハンのやつ見て、俺その日ね、ピザ2枚頼んでた。なんでピザなの？今回ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で起きた殺人事件について。この事件、8歳の少女が殺害され、スーツケース詰めにされて池に遺棄されてたんですけれども、犯人の動機があまりに軽率なため、かなりの物議を醸した事件なんです。どんな動機でも許せはしないんだけど、軽率な動機って何だったのかしらね。多くの人が抱えがちな感情ではあると思うんですけれども、たださすがにそれで殺人にまで至るって相当異常だよとしか思えないような感情だったんです。この事件、なかなか少女の足取りがつかめず捜査は難航したんですけれども、彼女の身近にはかなり不審な人物が1名いたんです。妙な女。2009年3月27日、アメリカカリフォルニア州の農業地帯トレーシー。はい、娘がまだ家に戻らないんです。喉からその町に似つかわしくない深刻な表情で警察へ電話をかけていたその女性の名はマリア・チャベス。彼女は8歳の娘サンドラが夕飯の時間になっても戻らないことを心配していました。夕方4時に友人の家へ遊びに出かけたサンドラ。母マリアは思い当たる限りサンドラの友人に連絡しましたが、居場所がわからず警察を頼ることにしたんです。警察との通話を終えたマリアは娘サンドラの無事をただ神に祈ることしかできずにいました。その時、彼女の手の中で震えたスマホ。画面上にはサンドラの親友の母親メリッサ・ハッカビーからのメッセージが表示されていました。そういえば今日の夕方4時頃にうちから盗まれたものがあるの。そのことを警察に伝えてくれる？サンドラの件に関係があるかはわからないけど。サンドラが遊びに行ってた家はメリッサの家なのかしら。なんかメッセージの内容的にそう感じるけどね。そうかもしれないんですけど、ただね、母親のマリアは娘のことで頭がいっぱいだったためメッセージの件をねすぐに忘れちゃったの。そのためね、メリッサはメッセージで言っていた盗まれたものについて自分で警察に届け出るんです。母マリアから通報を受けた後、警察はいなくなった少女サンドラについて周辺に聞き込みを行います。当然警察はマリアにメッセージを送っていたメリッサの自宅にも足を運びました。サンドラは夕方4時頃家へ来ましたけど、娘は手が離せなかったから断ったんです。そしたら別の子の家に行くって言ってたわ。話を聞いた警察はメリッサに礼を告げ、その場を後にしようとしました。その時、ちょっと待って、それよりも今日の夕方うちのスーツケースが盗まれたんです。慌てて警察を呼び止めたメリッサ。彼女は黒っぽい色のスーツケースを家の前に置き忘れており、気がついた時には盗まれていたと説明しました。警察はこの時のメリッサの振る舞いに違和感を覚えるんです。なんだこの人は。知り合いの女の子が行方不明だったのに。娘の親友が失踪したにもかかわらず、盗まれたスーツケースの方が重要だとばかりにその話を何度も強調するメリッサ。興奮したメリッサは警察が眉を潜めていることにも気がついていませんでした。警察はその後メリッサの車
を調べたものの特に何も見つからず、聞き込みは終了。以降も懸命の捜索の甲斐はなく、その日サンドラが見つかることはありませんでした。翌日から警察は FBI に応援を要請し、警察犬やヘリコプターなどあらゆる手を尽くしてサンドラを捜索しますが、依然として行方はわからなかったんです。サンドラは2年前に地元のプールである男にキスをされる性的被害に遭っていたため、警察はその男の取り調べも行いますが、男は容疑を否認。結局捜査が進展したのはサンドラの失踪から10日後の4月6日のことでした。うちのため池の中からスーツケースが出てきたんです。通報してきたのはトレーシーの町外れのバケッティ通りで農家を営む男性。男性は仕事でため池の水を抜いたところ、見慣れない黒っぽいスーツケースが出てきたと説明しました。そのスーツケースはファスナーが開かないよう結束バンドで固定されており、見るからに不審だったんです。警察はすぐにスーツケースを回収し、その中身を確認すると、その中からは腐敗し始めたサンドラの遺体が出てきたんです。検視の結果、サンドラは頭部を殴打された後、性的暴行の末、紐のようなもので絞殺されたと推測されました。また体内からはアルプラゾラムという成分が検出され、犯人は薬で彼女をおとなしくさせた上で犯行に及んだと考えられたんです。アルプラゾラムっていうのは犯罪によく使われる薬なわけ？これ日本でもよく出回ってるんで変な薬ではないんですよ。ただこの薬ね、後に犯人の特徴と結びついてくるんで、ここでねぜひご紹介させてください。というわけで本日のメドラキーワード、アルプラゾラムについて。アルプラゾラムとはアメリカではメジャーな抗精神薬の一種。不安や緊張を和らげる作用があり、自律神経失調症や睡眠障害などストレスが原因で起こる病気の治療に使用されます。アルプラゾラムは効果が高い反面、その依存性から乱用されることが多く、国連の抗精神薬に関する条約で規制対象とされています。日本でも依存性の高さを理由に処方される上限が1回30日分までとされているんです。今回の事件の犯人はアルプラゾラムを処方されていた人物と推測され、何らかの精神上の問題を抱えている可能性がありました。ここまで動画をご覧の皆さんは、サンドラの遺体がスーツケースに詰められていた事実から不審な人物が1人いることにもうお気づきでしょう。その人物は遺体発見の数日後、あろうことかサンドラの通夜の席でも妙な行動を見せたんです。見て、すごいもの見つけたの。通夜に参列した警察官のもとに息を荒くして駆け寄ったメリッサ。彼女が差し出したのはノートの切れ端に乱雑に書かれた何かのメモでした。何よ、メモって何？事件となんか関係あるの？通夜の席ぐらいおとなしくしててほしいわよね。娘のね、親友が亡くなったっていうのにいろいろ騒ぎ立ててるも含めて、なんかおかしいですよね。実は彼女が差し出したこのメモからメリッサが事件に関与しているということが徐々に明るみになっていくんです。墓穴を掘る女。メリッサが警察に差し出したノートの切れ端には次の内容が書かれていました。スーツケースに遺体を入れてバケッティ通りとホワイトホール通りの交差点にあるため池に捨てる。メモを差し出したメリッサはひどく取り乱しており、過呼吸の状態に。一見してその様子は事件の重要な証拠を見つけてしまい気が気ではないために思えます。しかし警察はすでに彼女の自作自演を疑い始めていました。警察は犯人を性犯罪の前科がある25歳から40歳の男と仮定していましたが、先ほども説明したようにサンドラにキスをした男は容疑を否認。取り調べで事件に関わっている可能性が低いことも分かっていました。そして容疑者不明となった段階で警察に犯行内容のメモを渡してきたメリッサ。サンドラの失踪直後からスーツケースの盗難ばかりを訴えていたことも合わせ、彼女はもはや自分から事件に関与していると言っているようなものだったんです。でももしメリッサが犯人だとしてもさ、メリッサの行動の意味がわけわからなくない？だって自分から事件の証拠を渡しに来たりとかするかしら？ただね、この意味不明な行動っていうのが後にね、動機につながってくるんです。なのでこの動画をご覧の皆さんも彼女の行動の意図っていうのをぜひ考えながら見ていただければと思います。そして案の定、このメリッサの事件への関与を決定づけるある目撃情報が出てくるんです。メモの一件からメリッサへの嫌疑を深めた警察は彼女に関する捜査を開始すると、すぐに次のような証言をする人が現れたんです。この女の人なら事件の日の夕方6時前にバケッティ通りのため池で見ましたよ。そう、サンドラが失踪した日、メリッサは自身の黒い車で現場を訪れているところを目撃されていました。目撃者によれば彼女はひどく慌てた様子だったと思う。またメリッサの当日の行動は監視カメラにも映っており、もはや言い逃れは不可能な状況となったんです。事件当日の監視カメラ映像にはメリッサのどのような行動が映っていたのか、そして彼女が語った犯行動機とは。説明のつかない感情。
2009年3月27日、監視カメラが捉えたのはスキップをしながら道路を横断する少女サンドラの姿。両手を振り上げてはしゃぐ彼女が向かった先はメリッサの自宅。メリッサの証言ではこの後遊びの誘いを断られたサンドラは別の友人の家へ向かったはず。しかし8分後、再びカメラの前を横切ったのはサンドラではなく黒い SUV。そう、メリッサの車だった。彼女は車を走らせながらフリーハンドで電話をかける。はい、盗まれたのは黒っぽい色のスーツケースです。自宅の管理会社に電話をかけたメリッサはスーツケースの盗難について説明していた。しかし車の後部座席には今しがたメリッサが盗まれたと言っていた黒っぽいスーツケースが確かに載っている。その中には気を失ったサンドラが詰め込まれていた。サンドラを詰めたスーツケースを乗せ、メリッサが向かった先は彼女の祖父母が運営する教会。メリッサが日曜教師として子供たちを教える場所でもありました。メリッサはここから教会に1時間半ほど滞在し、またどこかへ出発。その30分後にまた教会に戻ってくるところまで全て監視カメラに捉えられていました。その時の行動について取り調べを受けたメリッサは次のように説明したんです。サンドラと一緒に娘を驚かせようって話になって彼女をスーツケースの中に隠れさせたんです。それでファスナーを閉めた後、サンドラが入っていることをそのまま忘れてしまって。メリッサがサンドラをスーツケースに入れたことを思い出したのは教会に着いた後、彼女は慌ててスーツケースを開けたと言いますが、時すでに遅し、サンドラはスーツケースの中ですでに亡くなっていたんです。心肺蘇生を試みるもどうにもならず、半ばパニック状態でバケッティ通りのため池へ向かい彼女の遺体を遺棄したとメリッサは語りました。いや、ちょっとスーツケースに娘の友達を隠れさせてて忘れてたなんて、中から開けれないからさ、やばくなるっていう予測なんて絶対できるじゃないのよ。言い訳も無理っすよね。それもあるしね、そもそもサンドラの遺体の状況からメリッサの供述っていうのは辻褄が合わなすぎるんですよ、これ。取り調べを担当した警察官はメリッサの供述を聞くさなか、すでに彼女が嘘をついていることに気がついていました。それは彼女の言い分が支離滅裂なことだけではなく、サンドラの遺体に明らかな暴行の形跡があったため、実際の犯行内容はこうでした。その日、自宅へ遊びに来たサンドラに自身が処方されていた抗精神薬アルプラゾラム入りのジュースを飲ませたメリッサ。彼女はしばらくして意識を朦朧とさせ始めたサンドラの頭部を殴打し、気絶させてスーツケースの中へ、そして教会へ運んだ後、そこにあった紐を使いサンドラを絞殺。そこから調理器具の綿棒を使って性的暴行を偽装したんです。教会からはサンドラの考察痕と一致する紐と血のついた綿棒が発見されており、メリッサがそこで何をしていたかは明白でした。1時間半かけてそれらの犯行に及びため池へ遺体を遺棄したメリッサ。性的暴行の形跡が残っていれば女性である自分に嫌疑は向かない。彼女はそう考えていたんです。よくも娘の友達にこんな卑劣な真似できるわね。しかもさ、ここまで聞いててもよくわかんないのよ、メリッサの動機が。これね、思い出していただきたいんですけれども、メリッサは警察にスーツケースの話をしたり、自ら犯行内容のメモを渡したり、自分から進んでね、犯行がバレるような行動をとっていたんです。メリッサのそのような行動から推察できるある動機があるんです。裁判において動機を問われたメリッサは自分でもなぜこんなことをしたのかわからないと発言。一方で警察に対し自分から次々と証拠を提示したメリッサの行動から検察は次のように推測しました。被告人は世間の注目を浴びるために犯行に及んだのではないですか。抗精神薬のアルプラゾラムを処方されていたことからも分かるように、メリッサは精神上問題を抱えていました。彼女は境界性人格障害、双極性障害、統合失調症と複数の精神疾患を併発している状態。それだけ精神に異常を抱えていれば通常では考えられないその思考に行き着いたとしても不思議ではないと検察は考えたんです。殺人、誘拐、強姦の罪状で起訴されたメリッサには当初死刑が求刑される予定でした。しかしメリッサが司法取引に応じたため強姦の罪に関しては取り下げに。2010年6月14日、第1級殺人、誘拐の罪で有罪となったメリッサに下された判決は仮釈放なしの終身刑。自分でもよくわからない動機で何の恨みもない少女を殺害したその女は一生を塀の中で過ごすことになったんです。結局メリッサの真の動機は定かではないものの、承認欲求から殺人を犯す人間は過去の歴史の中にも確かに存在します。殺人を犯すのは明らかに異常としても、人から認められたいという感情そのものは多かれ少なかれ誰の中にもあるもの。あなたはそんな誰もが持っている承認欲求に取り憑かれてしまった経験はありますか？おっそすというわけでね、いつもね、アルゴメトリをご覧の皆さんもありがとうございますということで、今回ですね、ちょっとね、大きい発表がありますと。アルゴメトリでね、初の試みなんですけれども、はい、最初はね、ヤミコさんもちょっとやってたり、僕もあと5年ぐらいね、いわゆるこう、チャンネルのナレーションをね、入れてたわけなんですけれども、なんと今回ね、新たな挑戦ということで、新しいね、ナレーターさんを募集してみようかと思います。
というわけで、まあ、いろんなね、考えはあるんですけど、ありがたいことにね、僕の声がいいって方もいらっしゃいますし、ただちょっとね、もう6年もね、やってます。そのうちね、もう5年ぐらいずっと入れてるんで、ちょっと変化もつけたいなっていうのもあるし、その分ね、僕とかね、ヤミゴさんもね、時間できますんで、皆様に対してね、別のコンテンツを提供できるんじゃないかとか、いろいろ今話し合ってる最中なんで、本当にこう前向きに捉えているんですけれども、まあ、ただね、アルゴメントに耳で聞く人も多いわけじゃないですか。だから結構ナレーターさん超重要なんですよ。そうね。あなたの声ファンもきっといるんだけど、いるといいな。まあ言うてね、あなたもナレーターさんではないわけだからね。でも、ナレーターをプロとしてやってる方々もいらっしゃるわけですから。そうですね。まあ今回ね、プロじゃなくてもいいんですけれども、まあ本当にね、お力添えいただける方はね、概要欄と固定コメントのね、リンクからね、ぜひご応募いただければっていうところで、ただね、本当に、今ヤミクさんが言ってくれたように、僕もね、結構こう、魂込めてやってるんで、次やる方にもね、やっぱそういうところはね、いい意味で見させてもらって、なので、まあ皆さんに僕が約束できるのは、アルゴメトリーは必ずパワーアップするっていうことですね。まあそれでね、僕らもね、いろいろこう、俯瞰できるところも増えてくると思うので、ちょっとだから新しい挑戦。ただもうこれでね、なんかいいナレーターさんいないなとかね、ちょっと僕が言うのもあれなんですけど、その場合ね、変わんないんで。いい人がいる場合のみ変わるっていうね、ここは約束しますよね。皆さんご安心いただければっていうところで、オーディションもね、ちょっとどれぐらい長引くかもわかんないんで、ちょっと一旦はね、興味ある方はね、音声送っていただければと思います。そして、いつから変わるとかもしあればまた告知するんで、そこはね、ご安心いただければと思います。というわけでね、本日もアルゴメトリーの動画、ここまでご視聴いただきありがとうございました。